どうも、草刈りに目覚めた男です。今回こんなものを手に入れたので紹介したいと思います。これがですね、マキタの 40VMAX 仕様の充電式草刈り機、モデル名 MUR014G っていうものになります。これついに、手に入れてしまいました。これを手に入れた経緯からお話ししますと、最近自分めちゃくちゃ草刈りハマってまして、なんかもう趣味が草刈りみたいになってるんですよ。平日は仕事で草刈りするんですけど、土日とかにも草刈りしたりしてます。近所に住んでる足の不自由なお年寄りの庭に行って草刈りやったりとか、あとは友達の敷地の草刈りやったりとかで、なんかそういうことをやってたらですね、なんかいろんなところから声がかかるようになってきて、あちこちに行って草刈りしてるっていう、そういった状況なんですよ。そのあたり、ちょっと趣味の草刈りチャンネルを始めまして、ここに新チャンネルのリンク貼ってあるので、草刈り作業を見てるの好きな方はぜひ、これチャンネル登録してみてください。でもってこの機種を選んだ理由なんですが、もう一つ挙げるとするとこれです。逆回転モード。そう、この MUR014G にのみ搭載されてるこういったモードがあるんですよ。でこれ新型で、今年、2023年の1月ぐらいだったかなにこれ発売したもので、当時マキタの営業さんが来てくれて、パンフレットを渡してくれて、こういったものありますよって言ってくれたんですけど、その時はですね、自分まだ未熟だったので、いやこれさすがにいらないっすよっていう話してたんですよ。で、ああそうですかみたいな感じで、その時はもう買わなかったんですけど、最近いろんなところを買ってる時にですね、この逆回転モード、なるほどなと。で自分の場合結構起伏の激しい、のり面とか斜面とか、そういったところを買ったりするんですけど、その時にですね、逆回転で刈りたいなって思った時が7億回ぐらいありまして、っていうのも、普通草刈り機ってこうくるくる回して切るタイプのものは反時計回りにこう回転して草を切っていくっていう感じなんですけど、この反時計回りで切っていった時にこの草の破片とか、そういった飛散物ですねがこう見てる時、この左側に飛散していくんですよ。で場合によっては右側に飛散させたいっていう時が、かなりあると。あと駐車場買ってる時とかもこっち側じゃなくてこっち側にこう飛ばしたいっていう、ちょっと気使ってこう草刈りやりたいっていう時もかなりあってですね、そういったところで、この一番の理由はこの逆回転機能がついていると。他の特徴としては、これ電動なので環境に優しい排ガスゼロで、低騒音低振動で、ハイトルクモード搭載でもってレバー式無断変速、これもいいですね。これちょっと後で見るんですが、こんなものもついてると。でこれエンジン式でいうところの 35ml クラスの仮払い機と同等の使用感があるっていう、パワーも強いらしいんですよね。でさっき言った逆回転モード、この道際の草刈りで飛散方向をコントロールできるっていう。でもってこれなんですけど、最後に書いてあるナイロンコード専用ってあります。このヘッドの部分見ると分かるんですけど、これナイロンコード専用の草刈り機となっております。よくある円盤型の鉄のチップソータイプのああいうブレードですね、ああいったものはつけられないこのナイロンコード専用の草刈り機です。よく草刈り上手い人と話すとみんな口を揃えて言うのが、最終的にはこのナイロンコードに行き着くぞっていう話をよく聞くんですけど、やってるとなるほどなと思うことが多々ありまして、最近自分草刈りやるときほぼほぼナイロンコード使ってるんですけど、いろんな種類があって、攻撃力とか、繊細さとか静かさとか、なんかいろんなタイプのナイロンコードがあるんですけど、そういったものを使うとですね、際も刈りやすいし、フェンスとかに絡みついた草もバーッと取り払うこととかもできて、本当にこのナイロンコード式って便利なんですよ。でなおかつこの逆回転もついてるっていうことで、今回これチョイスしてみました。ちょっと長くなっちゃったんですけど、これ早速開封して組み立てて使ってみたいと思います。それではオープン、いでよ。よいしょ。おお、きた。まずはこの1番の本体ですね。モーター部分こんな感じになってて、シャフトもかなりしっかりしてると。これが先端ですね。ヘッドを取り付ける部分です。でもってあとはこういった草刈り機買うとよくついてくる緑の袋、これにこれカバーですね。この先端に取り付けるカバー、あとは説明書と。カバーはこんな感じ。あ、なるほど。これ伸びすぎたナイロンコードはここで切断するんだけど、
刃がですねこう両方についてます。どちらの回転でもこの余ったコードを切る、そういった仕様になってます。でもってこの緑の袋はハンドルですね。 D 型ハンドル、メガネ、じゃあ肩掛けのこういうやつですね。で工具セットで、最後がこれですね、このナイロンヘッド、こんな感じになってます。いやごついっすね。かなりでかいです。これでかいがゆえにナイロンコードかなり長めに装填できると思います。イタリアンデザインって書いてあります。こういう草刈りのヘッド作ってるオレゴン社さん、あれもですね確かメイドインイタリーって書いてあるやつがあったりしたんですよね。だからイタリアって草刈り有名なんですかね。でこの取り付けのこの部分、こういったギザギザのこういう形してますね。ちょっと特殊な形状なのかな。この緑色の袋の中身はこんな感じでしたね。まずはこの D ハンドル、これを取り付けてみたいと思います。これはよくあるタイプですね。これを取り付けることによってこの前側の部分を握ってあげることができるっていう、そういったハンドルです。この取り付け用の金具、どちらにもこう穴が開いてまして、でこっち側には上下にこの穴にあった突起がこうあるんだけど、これいいですね。こうスポッとはめやすい、分かりやすいですね。でこの下がですね特に良くてスポッとはまるんで、ある程度こう落ちないようになっていると言いますか、取り付けの時めっちゃ楽です。この辺りは自分スプリットモーターってやつ持ってるんですけど、あれと全く一緒ですね。誰でも直感的に装着してあげることができると。でこの六角レンチはですねここですね、使わない時はここにこう収納しておけると。結構きつめにこう入るので振り回したりとかしても落ちないんですよ。これいいですね。しかもここだけじゃなくてこのモーター部分、ここですね、ここにはめてあげることでここにも装着できるんですよ。これいいですね。こういった配慮はですね現場だと本当にありがたいです。自分はいつもこのハンドルの近くにこう装着してます。スプリットモーターはですけど。でこれでハンドルが取り付け終わったと。これかな、この肩掛けのショルダーベルト、これもちょっと取り付けてみますか。これもスプリットモーターと全く同じやつですかね。ここの握るところ、この操作周りのグリップがあるんだけど、ここにこう取り付けるところがあります。こうカチャッと取り付けられて、こうバックルになってるんで、こう首にかけて取り付ける時とかこれすごい楽なんですよ。このヘッドをこの部分に取り付けていくわけなんだけど、まずこの締め付けナットを取るって書いてあります。ちょっと手では取れないので、これですね、これとさっきのこのグリップのところに格納していたこの六角レンチ、これを使うそうです。ここに穴開いてまして、ここに下からこう通して、こうロックがかかる瞬間があるんですよね。でここでロックして、これをこっちか、これ逆ネジになってるんで、よくあるネジとは逆タイプですね。このように取れます。ここネジ切ってあって、下にこのギザギザの歯車みたいなこの穴が合うんでしょうね。これちょっと気になったんだけども、自分のお気に入りのこれオレゴンのジェットフィットのナイロン向けのヘッドなんですけど、これ取り付けられるのかな。すいません、ちょっと脱線するんですが、取り付け部分がちょっと違いますね。これジェットフィット取り付けられないのかな。すいません、これもし詳しい方いたら取り付けられるか取り付けられないかちょっとコメントいただけると助かります。個人的にはこのジェットフィットも取り付けられるとありがたいんだけども、まあいいや、ちょっとこのヘッドのこの部分は特殊な形してますね。でもってこのヘッドのスプールカバー、これを2箇所両側から強く押して取り外すと。ここにプッシュってあるんで、こう押すとパカッと外れました。このナイロンコードを巻きつけたやつですね。これがばらけちゃうので、ここですね、爪があるので一時的にこう保持しておくようです。 2.4、2.7、3.0、3ミリまでのナイロンコードをこれに取り付けられるようです。多分 2.7 ミリですねのやつが今装着されてるんだけども、ここの爪はですね3段階ありまして、
太めのやつはここにかけて、これより細いやつはこの横のどちらかにかけるっていう、そんな感じになってますね。でこれを取り外した状態で、この本体というか底の部分ですかね、これをここにこう刺して、これ逆ネジになってるので、はい、こんな感じで締めてあげました。今これ仮止めしてあるんだけど、本止めをしてあげて、またこのカバーをカチッとこう取り付けてあげれば、これで準備完了ですね。これ矢印が書いてあってなんか巻けますね。これ多分装填する時に使うんだと思います。これ短くなってきたらこの辺もちょっとやってみたいと思うんだけど、そうだ、あとこのカバーか。カバー、これは簡単ですね。はい、こんな感じですね。思ってたより簡単に取り付けできました。ではちょっとこれ試し運転してみたいと思います。これから草刈り行くんで、この 40V max8A の一番でかいやつ、ちょっとがっつり草刈りやるんで、これ装着して操作周りこんな感じになってます。ここが電源長押し、安全装置やりながら握ると、これレバー、これ一番上がストップになってますね。ちょっと下げると、来ました。うわ、やば、これが一番弱モードで、このレバーで強弱操作するんですね。これめちゃめちゃいい。一番上がこうストップってなってるんですよね。これだと動かなくて、ちょっと下げるとこう動くと、こんな感じになってます。はい。でこれが右回転モード、こうか。でまたこうすると、正回転になると。ここにハイトルクモードってありますね。これが長押しで、今ハイトルクモードです。すげえ。これハイトルクモードでもここの強弱はつけられますね。こんな感じですね。はい。これ今正回転なんだけど、今右回転です。こんな感じですね。このレバーいいな。ただこのストップってところはちょっとこれ慣れが必要ですね。最初握った時あれって今なったんで、これはちょっと使いながら慣れていこうと思います。ただここで強弱がつけれると何がいいって、このスプリットモーター、これもお気に入りの、マキタのスプリットモーターなんだけど、40V max の比較的パワーの強いこれスプリットモーターですね。ちょっと今実践してみるんですが、これもこう弱中強切り替えられるんですよ。ただですね、これ例えばモード2から1にしたいっていう時はこれ上にしか上がっていかないんで、2の場合は1、こう2回押さないといけないんですよね。で場合によってはこう見ながら今2かみたいな感じで、じゃあ1にしようみたいな、こういうふうにコントロールする必要があるんだけど、こっちはですね、こう2から1へ、1から強へ、しかもこれ無段階でいけるんで、この微調整ができると、これはたまらない。これ燃費の向上とかにもつながりそうですね。この辺りはこっちのスプリットモーターの方に絡み取り機能ってやつがあるんですよ。こうやってて絡みついちゃった時だけこう逆転させてあげるっていうモードがあるんだけど、この今みたいに絡み取りモードをずっと回してるってできないんですよ。今これ絡み取りモードなんだけど、で止まっちゃうんですよね、こうトリガーを握りっぱなしでも。っていうことで、非常に楽しみです。これで現場行って早速草刈りやってみたいと思います。っていうことでこの草刈りテスト的にやってみます。電源オン。はい、これリロードはですね、ここに
よくある地面にポンポンってやると自動でリロードしてくれるやつです。これで OK ですね。じゃあまず普通の左回転モードでここ強弱つけながらこの辺買ってみます。おお、あ、すげえいい。めちゃめちゃ借りやすい。こっちに左回転だとこっち側にこう草が飛んでってるのが分かります。でこれすごいパワーですね。今ハイトルクモードじゃない一番強いやつでやってるんだけど、めちゃくちゃ切れます。ここでできるのやっぱ楽ですね。ちょっとこのカバーがでかいんでちょっと地面に当たるのこれちょっと気になるけども、この辺は慣れていきたいと思います。これぐらいの荒地の菊、ちょっと太めのやつなんだけど、こんなのも今弱モードぐらいでいっちゃったんじゃないですかね。威力めちゃくちゃ強いです。そうで左回転の場合はこう進んでいくとこっちに飛散してくれるんだけど、今革の際を買ってったんですけど、革に落としたくない時とかはこの向きだと OK なんですよね。でじゃあちょっとこっち側行ってみますか。でこっち側を、右回転で買っていきます。右でやってあげると同じようにこの道沿いにこう草を飛ばせられるんで、それで行ってみましょう。でははい、右回転ボタン1個で切り替えられるのはいいですね。ああすげえあ、ちょっとまだ慣れないですね。最初ちょっとこれ難しいかも。あ、なるほどなるほど。でもこっちに草が飛んでってるの分かりますかね。これは便利だわ。で、戻ってくる時とかに逆回転にしてこんな感じですかね。いやすごい新感覚。これはちょっと慣れる必要があるけどすごい便利です。
最初叩き出してから1回もまだ変えてないんだけど、このコードかなり長持ちしますね。で、逆回転、こういうところですね。普通の正回転だと、こっちに飛んでいくと川にこう折ってっちゃうっていう、そういう時にこれ逆回転してあげて、これ超便利だわ。すいません、ちょっとまだ慣れないんだけども、これ慣れてくればうまいことこっちにあまり飛散させずにこっちにまとめてあげるってことができると思います。はい、こんな感じですね。こういった運用ができると。100% 川に流さないっていうのは無理なんで、ちょっと流れたら下下ってってこう取ってあげたりとか、そういうふうに運用してあげたいと思います。めっちゃ気持ちいいな。こっちもやっちゃいます。このエリアは綺麗になりましたね。でもって今バッテリーがなくなっちゃいました。これ8アンペアなんだけど終わっちゃいましたね。バッテリーの消耗は激しいです。やっぱ草丈の長いところ行くとこんな感じでちょっと絡まりますね。この辺り右回転にしたり左回転にしたりしたら場合によってはこうやって手でやんなくても取れたんですけど、予想はしてたんだけどバッテリーの減りが早いですね。でもだいぶ綺麗になりました。バッテリーを充電してこのわさび田の、前はあそこを買って、ここ買ったんですけど、その向こうにつる草エリアがあるんですよ。それをちょっと買ってみたいと思います。はい、ということで今基地に戻ってきました。8アンペアバッテリーは今充電してます。でこれからつる草エリアを借りに行くわけなんですが、その場所がですね結構起伏が激しいので、あるアイテムを装着します。これですね、トリマーグリップ。これがこういった D ハンドル型の草刈り機につけるとめちゃくちゃ草を刈るのが楽になるっていう、そういったグリップなんですけれど、これを取り付けます。でせっかくなんでこのナイロンコード、これも取り替え方とか覚えとかなきゃいけないんで、これも変えてみたいと思います。今ついてるやつ、これ花形ナイロンコードってやつなんだけど、なかなか良かったですね。あんまり先端も先割れせず、それでいて切れ味も良くて、で耐久度もそれなりに高いと、かなり使いやすい
これナイロンコードでした。これちょっと取り替えます。よいしょ。こんな感じで、これ今スプリットモーター用の草刈りアタッチメントにジェットフィットってのをつけて、ここに巻き草カッターつけてるんですよ。これつる草とか絡まなくてめちゃくちゃ気に入ってるんだけど、これもちょっと取り付けたいなとは思ったんですよ。ただこのボルトがちょっと特殊な形してるので、これ取り付けたとしてもこう何て言うんですかね、真ん中が定まらないというか、もしかしたらつけられないかもしれないです。これもしいい方法を知ってる方がいたらコメント欄にコメントいただけると助かります。なので今回はちょっとこれつけずに、このナイロンコードこれを交換して、このトリマーグリップつけて出撃したいと思います。でこっちがですね、ちょっと一回バーッと取っちゃいます。よいしょ。でちょっと今回これまた気に入ってるマキタの静音ナイロンコードってやつ、これ3ミリなんですよ。これ取り付けてやってみましょう。取り付け可能高度計が 2.4 から3ミリって書いてあるんで、この3ミリのやつ、これは難なく取り付けられそうですね。3メートルまで取り付けができるって書いてあります。なので3メートルだいたい、自分のこう広げた時これが 1.5 メートルなんですよ。なのでこれの倍でだいたいこれぐらいですかね。これでこう切りました。でこのスプールとスプールのマーク、ここがこうなるようにしろと。でもってここからこう入れて反対から出すと。これあれですね、一番最初に巻きつける時はいちいちパカッと開けてやんなくてもいいんだ。これは楽ですね。で長さが反対側から出たものと同じになるようにすると、こういうことですかね。このスプールホルダーを押さえながらここを巻いていくだけと。あ、すげえ。めっちゃ楽じゃん。自分こういうタイプのナイロンコードの巻き取るやつ初めて使うんだけど、これはいいっすね。すごい。で、ここが10センチぐらい出ればいいと。この辺り叩き出せばもうちょっと伸びて調節できるんで、これぐらいでいいですかね。自分前まではウルトラメタルローラー4っていうやつを使ってたんだけど、装填に関してはこっちの方がはるかに楽です。でもって、最後にこれトリマーグリップ、これを取り付けます。これまず外しちゃいます。でもってこれでできたので、この角度だけ合わせます。でもやっぱ持ちやすいですね。これもうちょっとこれぐらいかな。よし、こんなもんだろう。はい、いいっすね。めちゃくちゃこう振りやすくなるんですよ。でのり面とかで上の部分を買ってあげる時とか、こういうところを持ってあげればこう買ったりもできるし、このフェンスをこうやる時はこういうところを持ってこうやってガーってやればすごい持ちやすくなります。しかも今この肩掛けやってなかったんだけど、肩掛けをやってあげることでさらに安定します。この左手添えてる手でこう買っていくっていう感じのスタイルでいけるんですよ。この支えている右手が疲れないっていったところですかね。ではこれで準備ができたので再び現場へ向かいます。はい、ということでわさび田のこのつる草エリア、これ害虫が湧いてこっちにあるわさび田に影響が及んじゃうので、ここ買ってあげたいと思います。今回はあの辺まで、単管の枠があるあたりですね、あの辺までやってみたいと思います。でこの8アンペアのバッテリー、これをフル充電してきました。ちょっとさっきまだやってなかったハイトルクモード、これを長押しすることで設定されるこのハイトルクモードですね、これをまず先にやってみたいと思います。ここのちょっと生い茂ったエリア、ここやってみましょう。でこれ終わったらこっちのつる草エリアやります。すごい。これハイトルクの今マックス状態です。ちょっと右回転でもやってみましょう。
すげえ。ちょっとまだ右回転は慣れないんですが、このトリマーグリップつけてあげたらだいぶやりやすくなりました。これすごいパワーで、8アンペアだからすぐにはなくならないと思うんだけど、やっぱ電池の消耗が、このバッテリーの消耗激しそうなんで、ノーマルに戻します。ノーマルに戻して、こっちへ買っていきます。で、場所によってはさっきのハイトルクモード、あれを使って買っていきます。はい、ってな感じで、こういうのり面にはですね、ことわさび田に限ってはこういった寒冷車っていう、シェードがあるんですけど、あれを止めるやつ、昔これで止めてたっていう名残、こういった鉄の杭とか結構打ってあるんですよ。こういうところ気使うんですよね。ただこういったナイロンコードだと攻めても全然、金属の刃だとやばいことになるんですけど、攻めることができると。やっぱこれ楽なのが右回転できるんで、こういったのり面って右下からこう買っていくとやりやすいっていう風に言われているんだけれども、逆回転できることによってですね、左下からもこう攻めていけるんですよ。こんな感じですね。右下に移動して買ってってもいいんだけど、距離が長い場合移動するのめんどくさいじゃないですか。だからこうやって行ったり来たりで枯れるんですよね。これは超快適。ただやっぱ1個気になるところとしては、このレバーが一番上になってると止まっちゃうっていうところですね。これいるのかな。これがちょっと正直使ってるとうざったいですね。一番上はもう弱モードで常に動かしていきたいっていう、使っててそう思いますね。いや、ちょっとここガンガン買っていきます。はい、ってな感じでこの斜面買ってあげることができました。バッテリーは、今4分の2ですね。やっぱつる草とかこういう生い茂ったところを刈るとかなりバッテリー消耗しますね。電動のナイロン草刈りっていうのはしょうがないんですけどね、ただまだあと半分残ってるんで、こっち、ちょっとテンション上がってきたんでこっちも刈ります。
こでバッテリーが終わっちゃいました。まあでも半分は枯れたんじゃないですかね。バッテリーが切れるのと同時に体力も切れますっていうことで、8アンペアのバッテリー1個でここからこういってここも買って、ここも上半分って感じですかね、刈ることができました。こんな感じですね。はい、やっぱバッテリーは食いますね。でも疲れた。特にこの斜面はですね、こう見かけによらず結構急なんですよ。で石ころとか岩とか、それでいてちょっと柔らかいところもあったりとかで結構疲れるんですよね、ここが。とりあえずこれぐらい枯れりゃいいでしょう。今回ここの斜面は新型の草刈り機でこのナイロンコードを使って刈ってあげました。マキタの静音ナイロンコード、太さ3ミリってやつですね。でもってまだ向こうにめちゃくちゃ広い範囲つる草が残ってるんですよ。で今回これも良かったんだけど、やっぱちょっと絡まっちゃうっていうところで、このフレキシブレードの 2.65 ミリですね、これをつけて刈ってみたいと思います。その動画はですね、ここのサブチャンネル、ここに、動画が完成したらアップしたいと思います。ぜひその結果気になる方がおりましたら、ここのチャンネルをぜひ登録してみてください。動画が完成したら動画のリンク貼っときます。はい、ということで今回これ使ってみて良かった点とここがなと思った点、それぞれ挙げていきたいと思います。まず良かった点、この逆回転、これやっぱいいですね。今までここのシチュエーション逆回転だったらなっていうところが、これのおかげでストレスなく作業をすることができるようになりました。特に個人的に良かったのは斜面ですね。今までは右下からこう刈っていったところを左下からもこう刈っていけるっていうところですね。あとはこのパワーが強いってのもいいですね。さすが 35cc クラスのエンジン式のものに匹敵するパワーがあるっていうことで、特にこのハイトルクモード使った時はもうバンバン草を刈っていけたのですごい気持ちよかったです。やっぱ田んぼのこういうあぜ道を刈っていく時とか、このハイトルクの右回転とか今までにない、こっちからも刈れるんだっていう新鮮な驚きがありました。あとはこのレバー、これもいいですね。中モードから弱モードにする時って前までこう見て、スプリットモーターの時はこう見ながらこうやってたりしてたんですけど、ここだともう直感的にこれぐらいの茂り方だったらこれくらいかなっていうのをここを見ずにできるのがなんかストレスがなかったですね。これすごい良かったです。あとはですね、今回このトリマーグリップつけたんですけど、これとの相性がかなり良かったです。斜面の上の方とかこういう風に刈ってあげたりとか、下の方はこういう風に伸ばしながらできたり、トリマーグリップとの相性もすごい良かったです。これ今後もしばらくこれつけっぱなしにしてちょっと自分に合ったこのポジションとかどんどん探っていきたいと思います。
あと何気に良かったのが、これ今まさしくなってるんですけど、これ立つんですよね。このカバー、これの接地面のところがこう平らになってて、うまい具合に立つんですよ。これ現場だとありがたいですね。このストリングをこう変えてあげたりとかする時もやりやすいと思います。これ多分狙ってやってると思うんですけど、毎回こういう細かい配慮、このマキタすごいなっていう思う、そういったポイントですね。本当に細かい、人によってはどうでもいいところかもしれないんですけど、個人的にはこれすごい良かったです。で、使ってみてここがなと思った点もちょっといろいろあるので、これも言っておきたいと思います。まずはですね、消費電力が激しいっていうところですね。こういったナイロンコード式の草刈り機ってしょうがないとは思うんですけど、やっぱ消費電力が激しかったですね。今回8アンペアをこう持ってったんだけど、これで終わっちゃうかっていうところで、いつも終わっちゃうっていう感じがしましたね。かなり生い茂ったところも買ってあげたんだけど、このハイトルクモードでなおかつこの高回転にしてやってると、みるみるうちにバッテリーが減ってきます。草丈が短い仕上げみたいなのに使う場合であれば、ハイトルクモードでバーってやった時の3倍かそれ以上は枯れるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱ生い茂ったところをこういったモードでやると、消費電力が激しいっていうところですね。あとこれ、このトリガーを握って、回転し始めるじゃないですか。トップスピードに行くまでちょっと遅いかなっていうふうには感じちゃいましたね。これトップスピードに行くまで 1,2 秒かかると思うんですよ。ちょっとやってみます。ってな感じで、一番速いモードにしたとしてもこれちょっとラグがあるんですよね。これわざとやってるのかちょっと分かんないんですけど、個人的にはもうちょっと早くトップスピードにたどり着いてほしいなって思いましたね。っていうのもこう草刈りしてて、この草刈ろうってパッて思うじゃないですか。その時にトリガーを離しててこういった時に、その草を刈りたいっていう時に押してちょっと待ってからバッと切り始めるみたいな、なんていうんですかね、この時間にすると本当に少しなんですけど、これをいっぱいやってるとですね、毎回もうちょっと回転早ければなっていうふうに感じちゃいました。これはちょっと個人的な意見なんですけど、トップスピードに行くまでちょっと時間がかかるっていうところですね。あとはですね、このレバーの部分、この回転を調整するのはめちゃくちゃやりやすいんですよ。ただこの上にストップってあるんですよね。このレバーがですね、ちょっとやってみますか。電源入れて、この一番上になってるとこのストップなんですよ。なので握っても回らないと。でちょっと下に下げるとこう回るようになって、こんな感じで、一番上にやるとこれ止まっちゃうんですよね。これいるって思っちゃいました、正直。安全面に配慮してると思うんですけど、もうここに安全の装置が施されているので、いわば二重の安全装置みたいな感じになってるんだけど、これ正直上のストップはちょっとなくしてほしいなって思っちゃいました。っていうのもこの右回転とかするじゃないですか。これちょっと説明しづらいんだけど、この右回転にしたい時、これかなりあったシチュエーションで、例えばこう今左回転で買ってるじゃないですか。でもって右回転にした時にですね、ここの親指がこのレバーに当たってストップになっちゃってて、あれみたいな時がかなりあったんですよ。それを見越してのこれ安全装置なのかちょっと分かんないんですけど、これはちょっと配慮しすぎじゃないっていうふうに個人的には思っちゃいましたね。チェーンソーとかもそうなんだけど、安全を考慮したがゆえになんか使い勝手が悪いなって思うところがちょっとあるんですよね。それがまさしくこれでしたね。ストッパーを解除してこう回す必要があるので、これで十分じゃないかなっていう。何が言いたいかというと、この一番上は一番弱いモードであってほしかったっていうところですね。最速モードからすぐに弱ってやりたかったんですよね。これに関してはちょっともう自分でここになんか挟もうと思います。 3D プリンターかなんかで自作するなり、ちょっとここにスペーサーみたいなのを設けて、こうやると最弱モードになるようにちょっとここは自分で改造します。いや、それは安全的にどうなのってちょっと言われちゃうかもしれないんですけど、個人的には作業の時にってなる方がちょっとストレスなので、ここはもう何が何でも 3D プリンターかなんかで作ります。あとはですね、このヘッド、これがですね
3ミリまでだったかな、 2.4 ミリから3ミリまでのナイロンコードを装着できるやつなんだけど、これ3ミリ以上のナイロンコード自分も結構持ってるんだけど、それを装着したい場合ですね、ジェットフィットなり他のヘッドに交換してあげたいなとは思うんですけど、ヘッドを取ってみたんですが、こういう形してるんですよ。ジェットフィットの方がですね、こんな感じで、そもそもこっちはナットでこっちボルトなんですよね。止め方が違うと。ちょっとこれすいません、自分この辺全然知らなくてですね、もし知ってる方いたらコメントいただきたいんですが、ジェットフィットの方は、よくあるこういうタイプのやつですね。これにもこう取り付けられるんだけど、要は何が言いたいかというと、こっちの草刈り機でジェットフィットを装着したいっていうところですね。こんな感じでこのままつけたら暴れちゃうじゃないですか。でなおかつこういうナットタイプだし、これをどうやって取り付けるのかなっていうところですね。すみません、現段階では自分これちょっと分からなくてですね、もし詳しい方いたらぜひご教示いただけると助かります。この関係でこの巻き草カッター、これジェットフィットの方に取り付けててすごい調子良かったやつなんだけど、これもですねちょっと取り付け方が分からなかったんですよ。なので結構今回のり面買ってる時、斜面ですね、斜面買ってる時に絡まっちゃったんですよね。この裏側か、この部分に。でこれつけてあげるとかなりつる草が巻きつくの防止できるんで、これは何としてもつけたいですね。どっちかっていうとジェットフィットよりもこっちの方がちょっと優先度が高めと言いますか。このままだと暴れちゃうじゃないですか。この径が違うんで暴れちゃうはずなんですよね。なので今回ちょっとつけなかったんだけど、この辺りもこうすると装着できるよっていうの知ってる方おりましたら、ぜひコメントをいただきたいです。あとはこのシャフト、これの径がですね微妙に太いんですよ。こういったこのマキタのスプリットモーター用のこれアタッチメント、これ他のアタッチメントも全部径は一緒なんだけど、これと比べるとですね微妙に太いと。なので今回このトリマーグリップ取り付ける時にちょっとスペーサーかませてこれ装着してるんだけど、ぴったりは合わなかったんですよ。なのでその隙間というかそれを埋めてる形でこう止めてるんだけども、こっちはシュレッダーブレードとか取り付けられる 80V マックス仕様のこれ草刈り機なんだけど、こっちはもっと太いです。これとこれも径がちょっと違うんですよ。言うなればこの 80V マックスとこのよくあるノーマルタイプ、これの間ぐらいの太さでしたね。はい、これとこれのシャフトの径が共通じゃないんで、こういった後々アタッチメント買う時にちょっと気をつけないといけないなとは思いました。このハンドルも多分こっちとかにはつけられないと思います。いずれ飛散防止用のこういうなんかガードみたいなのもちょっと導入しようと思ってるんだけど、それもちょっとこれちゃんと調べて買わないとあれ装着できないっていう風になりそうなので、ここは注意点かなっていうところですね。そんなところですかね。あとはあれだ、インジケーターがここにあってほしいなっていう風にちょっと思いましたね。結構電力消費が激しいのでちょこちょこ確認したくなるんですよ。なので毎回ここでこう確認するよりは、ここら辺にインジケーターがあれば残りの残量を気にしながらこの回転数コントロールしながら買ってあげられるんで、ちょっと見やすい位置にインジケーター欲しいかなっていうふうには思いました。そんなところですかね。結構ここかなと思ったところ行っちゃったんですけど、いや今まで感じてたここ逆回転が欲しいなっていうのをこれ解消してくれるので、それは変え難いですね。今後もこれかなり使っていくと思います。でさっきちょろっと言った、サブチャンネルですね。こっちもう今草刈りが趣味みたいになってまして、でいろんなところから仕事の話とかも来てるんですよ。そういったところでもこれバリバリ使っていこうと思います。そういった様子もこっちのサブチャンネルの方に結構アップしていくと思うので、草刈りの作業を見てて楽しいなと思う方はぜひチャンネル登録してみてください。こういった部分もですね今後いろいろ改造したり使いやすくこうカスタマイズしていこうと思うので、お楽しみに。ということで今回はマキタの新型の草刈り機を使って草刈りしてみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。